奇妙な話だよね。フィガロだってスノーとホワイトだって十分悪党だっていうのに。牢獄に入れられたのはブラッドリー。何のためにあんなことをしたの？ねえ、オズは牢獄に入れないの？お前たちは僕らも裁くつもり？こいつらも人間の味方をしたわけじゃねえよ。大きく見れば魔法使いの味方さ。どういう意味です？文明が発展して人間たちの数が増えた。俺たちの暮らしは安泰だが、南の兄弟を見てみろ。10人の人間たちが寄ってたかっていたぶったら、あいつらは死んじまう。その矢先に雨の町で惨劇が起きた。犯人は未だに捕まっちゃいない。人間たちの緊張感は限界に達した。高まった恐怖心で振り上げられた人間たちの棍棒が、ミチルやルチルみてえな魔法使いたちを殴り殺す前に、見せしめとして俺が捕まったのさ。有名人だったからな。その通りじゃ。当時のブラッドリーの名はオズに次いで知られていたからの。ブラッドリーの死の盗賊団。人間たちは恐れ、魔法使いは憧れた。人間たちを見ればわかるが、集団は力だ。フィガラもてめえらも魔法使いの巨大組織が生まれるのがおっかなかったんだろう。俺一人でオズに勝てなくても、俺の組織がオズに勝てばお前らにとっちゃ迷惑な話だもんな。なあ、スノー、ホワイト。愚かな。そなたの盗賊団が成り立ったのは束の間の幸運じゃ。放っておいてもすぐに崩壊したじゃろう。なぜ断言できる？我らが魔法使いだからじゃ。魔法使いは集団では生きられぬ。おかしい。じゃあ僕たちも同じじゃない。聞いた賢者様。僕たちは集団で生きられないって。じゃあこんな生活意味ないじゃない。賢者の魔法使いって何？何を言われようと事実じゃ。長い歴史の中、魔法使いたちは何度も組織を作ろうとした。魔法使いの国、魔法使いの町、魔法使いのギルド。しかし、すべて数年で無産してしもうた。てめえらが嫌がらせして回ったんだろ。そこまで少年は腐っとらんわ。我らは双子、共生の喜びは知っておる。他の魔法使いたちにも、共に生きる喜びを教えてやりたかった。それゆえに、黙って見守っておったが。どのような集団も瓦解した。もって数年、長くて10年、100年を超えれば奇跡じゃ。なら、俺の盗賊団は奇跡だな。400年以上持った。そなたが異能なのじゃ。集団行動に慣れた中央の魔法使いさえ国づくりに失敗したというのに、北の魔法使いがようやったものじゃ。まあな。組織とは呼べんじゃろ。そなたが磁石となり砂鉄を集めただけじゃ。故にそなたを失って崩壊した。砂鉄はただの名もなき砂鉄に戻っただけ。俺の手下を石にしたのはてめえらだろうが。